本日は総集編。これまでの下味冷凍から再生回数や取材のあったレシピ、視聴者さんのコメントで人気のレシピを11品ご紹介。作った100品以上のレシピから厳選して11品選んだので必見です。それでは行きましょう。チキンライスの下味冷凍で準備しておくととっても楽ができます。玉ねぎと人参をぶんぶんカッターで時短。みじん切りにしたら、ウインナーは味に締まりがよく出るのであれば入れてください。冷凍すると繊維が壊れ柔らかくなるので、今回はそれを利用して大きめに鶏肉をカットします。もも肉かささみどちらでもいいです。あとは人参と玉ねぎを入れたら調味料を入れていきましょう。ご飯2合分でケチャップは大盛り大さじ4から5入れます。醤油とお砂糖大さじ1、コンソメ大さじ1強入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。フライパン入れて火は弱めの中火で蓋をする。水気が少なくなってきたらお米を入れて混ぜます。煮込むとトマトの酸味が取れるので優しいチキンライスになります。美味しかったです。魚の唐揚げと一緒にいただきました。このメニューも野菜のカットが簡単なのであっという間に出来上がります。人参とニラを 3,4 センチにカットしたらひき肉と野菜を詰めます。ひき肉は合いびきでも豚肉でもどちらでもいいです。今回は合いびき肉です。にんにく2センチ、生姜少々、醤油大さじ2、お砂糖大さじ2、ごま油小さじ1。あとはお水 130ml を入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。時間がなく今回解凍せず凍ったまま、火は弱めの中火で蓋をします。お肉が少し柔らかくなったら春雨を入れて煮汁と一緒に煮ます。春雨は余裕があればお湯で戻してから入れてください。とっても美味しかったです。エビは臭み抜きに片栗粉を振って揉み込みする。身が崩れやすいので優しめに5分から10分置いて洗い流したらカットしていきます。枝豆ぐらいの大きさにカットしたら詰めていく。はんぺんをちぎって入れます。あとは下からかき出す感じで混ぜていく。卵1個、塩コショウ少々、片栗粉大さじ3、これで完成です。空気を抜いてよく揉み込んで、卵とはんぺんが混ざったら冷凍庫に保管していきます。解凍は水で解凍しました。お好みの大きさに丸めてパン粉にまぶす。卵が入っているのでパン粉もくっつきやすいです。170度の油に投入して揚げていきます。火は弱めの中火できつね色になったら裏返して油を切って揚げたら完成。これ本当に美味しいです。マヨネーズ、ケチャップ、中濃ソース大さじ1ずつでオーロラソースができます。自分と息子の胃袋つかまれました。絶対作ってみてください。ロピアで特売品になっていて思わず買った手羽中。切り込みを入れて詰めるだけです。醤油、酒、みりんは3対2対1、にんにく大さじ1、これにごまを引くほど入れます。多いほどむちゃくちゃ美味しいです。調理中も追加してます。袋に詰めたら揉み込んで完成。解凍は水で解凍しました。片栗粉をまぶしながら入れます。少なくなったら足してください。油は少量で揚げていきます。火は弱めの中火で投入。ひっくり返してきつね色になったら油を切りながら揚げます。ごまの香りと食感がとっても美味しかったです。キーマカレーはよく作るんですが、今回は玉ねぎだけのバージョン。野菜を追加したい場合は人参やピーマンやナスなどがおすすめ。ひき肉とみじん切りした玉ねぎを入れたら調味料です。カレールー3つ、我が家はバーモンド甘口です。ケチャップ大さじ 1.5、ウスターソース大さじ 1.5、醤油小さじ1、
生姜チューブ少々、ニンニクチューブ2センチ。空気を抜いて冷凍庫へ保管していきます。解凍はレンジで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をします。途中混ぜてから 120ml のお水を入れて、水分量が少なく煮立ったら完成です。安定的でとっても美味しかったです。今週は新生活に合う美味しいものを献立。鶏肉はタンパク質とビタミン B やミネラルで免疫力強化ができます。余分なところをカットしたら一口大の大きさにカットして詰めていきましょう。あとは調味料だけです。すりごま大さじ2、醤油、みりん、お酒、お砂糖大さじ1ずつ、ニンニクチューブ大さじ1弱、生姜チューブ1センチ入れたら完成です。空気を抜いてお肉が大きめなので揉み込んで冷凍庫に保管します。解凍はレンジで解凍しました。はじめは弱めの中火で蓋をする。片面裏返してここから中火で蒸す。すりごまの香りがやばいです。煮汁が出てきたら混ぜて絡めたら完成。香りがよくって優しい味わいで美味しかったです。ごぼうは皮をむいて斜めにカットします。変色を防ぐために水に5分から10分ほど浸して水切りして軽く拭いたら袋に詰める。次は豚肉を切っていきます。大きめにカットして袋に詰めます。大きさはお好みで構いません。醤油とみりん大さじ2ずつと砂糖と水は大さじ2強入れます。あとはあればでいいのですりごまもしくはごまを入れたら完成です。空気を抜いて揉み込んで冷凍庫へ保管します。今回は半解凍で水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をします。ほぐしながらお肉に火が通ったら完成です。皿うどんとセットで食べました。ご飯にもよく合います。大葉を5枚ほど細かくみじん切りにしたら豚こま肉をカットして、さらに細かくしたら片栗粉大さじ2ほどをお肉になじませます。馴染んだところにさっきカットした大葉を混ぜていきましょう。ある程度混ざったら袋にあとは詰めるだけ。小麦粉大さじ2、片栗粉大さじ1、マヨネーズ大さじ1、砂糖小さじ1、塩少々。空気を抜いて揉み込んで冷凍庫に保管します。卵を入れ忘れしたので皆さんは冷凍前に入れるようにしてください。パン粉をまぶしていきます。火が通りやすくするため小さめがおすすめです。一口サイズに丸めながらパン粉をまぶしていきます。油の温度は170度。めんどくさがりで大きいのを入れましたが真似しないでください。裏返して両面きつね色で完成です。一つ割って確認するといいです。ケチャップ、中濃ソース、砂糖大さじ1ずつ、醤油小さじ1入れたら混ぜて完成です。カリカリで中はさっぱりジューシーで美味しかったです。ビビンバを下味冷凍で作ったら簡単で美味しかったのでレシピにしてみました。人参は千切りにカット、小松菜は 1,2 センチのサイズにカットしたらお肉を詰めていきます。牛肉は細切れなのでこのまま詰めてカットした人参と小松菜を入れたらあとは調味料です。醤油大さじ2、砂糖大さじ2、焼肉のタレはエバラの甘口です。これを大さじ2、酒とごま油を大さじ 1.5 ずつ、コチュジャンはお好みで、ニンニクチューブ2センチ、生姜チューブ1センチで完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。レンジで解凍しました。火は弱めの中火で蓋をする。煮立ったらほぐしてもやしを入れます。ここから火は中火で。もやしを入れたらお米を1合分入れます。あとは焦げ目がつくまで少し放置しながら炒めるだけです。スタミナ満点、子供が喜ぶご飯です。春休みに最適。水炊きは骨付きの鶏肉で出汁を取るととっても美味しいです。手羽元に水 100ml 入れて昆布だし、中火にかけます。沸騰するまでつみれを作ります。塩小さじ1、酒一回し、卵黄1個、醤油小さじ1、片栗粉は大さじ3強。揉み込んだら完成です。沸
沸騰したら一口鍋に切った鶏肉を入れます。ちょっと場所を空けてからつみれを入れていきましょう。つみれはスプーン2個でやると丸くなりやすいです。多めに作ってトマト鍋や寄せ鍋にも入れます。火はつみれを取り出してから止めて蓋をして時間を置きます。水炊きは白菜、えのき、エリンギなどのきのこ、油揚げ、ネギぎゅっと詰めて、つみれも一緒に、粗熱を取った鶏肉を詰めて、調味料を入れていきます。鶏だし汁 500ml、 酒大さじ2、鶏ガラスープの素大さじ1。これで完成。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は冷蔵庫で半解凍しました。火は弱めの中火。スープ入りなので蓋をして火を通して溶かします。これびっくりするほど出汁が効いていて、ポン酢が必要なかったぐらい美味しかったです。一番好きかもしれません。あと一品欲しい時にきゅうりのおつまみを作ります。これも切るだけなので超時短レシピです。切り方は乱切りでも斜め切りでもお好きな形で構いません。好きな形に切ったら袋に詰める。鶏ガラスープの素小さじ2、砂糖大さじ1/2、にんにくチューブ1センチから2センチ、お酢少々、あとはめんつゆ小さじ1です。あればすりごまを大さじ2、なければごまでも大丈夫です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。自然解凍で美味しくいただけました。本日は総集編11品厳選メニューでした。次週も新作下味冷凍の献立を配信します。忙しい時間もゆとりのある時間に変わり、皆様が充実した一日を過ごせるように思いを込めて、また来週もお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。